もし日頃の感謝を示す母の日が人生最後の日になってしまったら、2011年5月8日、アメリカカリフォルニア州タスティ、とある一軒家のリビングでは一人の女性が嬉しそうに頬を緩めていました。女性の名はアナマリア・ガナ。4年前に家族でフィリピンから移住し、ここアメリカで夫婦共同経営の事業を行っていました。そしてこの日はいつも仕事に家事にと大忙しのアナマリアを家族がねぎらう一日、そう母の日でした。お母さんいつもありがとう。夫と2人の息子に囲まれプレゼントを受け取ったアナマリア。笑い合う一家には何の曇りもないように見えていたのですが、それはその日の夕方のこと。ママは少し疲れたから部屋で休んでくるわ。アナマリアはそう言って一人寝室へ向かいました。家族を皆殺しにするために。仲睦まじい一家を襲った母の日の惨劇。家族全員が感謝の意を伝えたその日に、女性が犯行に至った理由とは。彼女にとって家族を殺すことは誰も悲しませない唯一の方法だったんです。おさす、けんちゃんです。やみやみんこんです。いや、というわけでやみこさん、そろそろね母の日ですよ。5月11、はい、今日で12が母の日。母の日といえばプレゼントよ、はい、なんかさ、はい、あなた去年お母様にプレゼント差し上げてなかったのに、結構ちょいちょいあげてるよ。ちょいちょいあげてるんだ。何あげてるか知りたい。メガネとか。その時にお母さんが欲しいもの。あとあれだわ、ブレスレットあげたわ。ブレスレット、私もなんかバッグとかね、すき焼き肉とかね、海苔の佃煮とかね。最後はまあまあでも嬉しいか。あなたじゃないんだからもらうの、お母さんからしたら嬉しいかもしれない。嬉しい。でさ、なんかさ、うちのお母さんだんだんなんか要求が上がってきて。何？欲しがりなの？ブレスレット、次なんだろうと思ったら、財布？家欲しいとか言う。いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。でもこれね、お母さんに言ったいんだけど、お母さんにあげる用のビットコイン貯めてる。なんでビットコインなの？お母さんにね、家を買えるように頑張ります。本日ご紹介するのはアメリカカリフォルニア州で起こった殺人事件なんです。なんと犯人の女性は母の日に家族を皆殺しにする計画を立てていたんです。何それ？わざわざ母の日にって当てつけみたいなさ、犯行に思えるんだけど、相当その家族関係があんまりうまくいってなかったってことなんじゃないのこれ？実は家族は犯人の女性に寄り添っていて、決して悪い関係ではなかったんです。女性はそれでも救えないほどの闇を心に抱えていたんです。そんな母の日の惨劇は一人の少年の悲痛な通報から発覚するんです。私を殺して。2011年5月8日、アメリカカリフォルニア州のベッドタウンタスティ。母さんに撃たれたんだ。必死に訴える少年の通報に、とある一軒家へ駆けつけた警察。その家の寝室では一人の夫婦が抱き合ったままの状態で倒れていました。大丈夫ですか？夫婦はそれぞれ血まみれの状態。そして警察が駆け寄ると、夫を抱きしめていた妻が体を起こし、確かにこう言ったんです。私が撃ちました。私を殺してください。その後遅れて到着した救急隊が女性の対応を引き受けますが、彼女は何を話しかけても要領を得ない返事を繰り返すだけ。意識が混濁していると判断された女性は、撃たれた夫や息子とともに病院へ搬送。翌日目を覚ますと、また何度となくこう訴えたんです。私が夫と息子を撃ったの。死にたい。私を殺して。その場に居合わせた医師や看護師が必死になだめているその女性はアナマリア・ガナ。4年前フィリピンから家族でアメリカへ移住してきたばかりでした。事件が起こったのは母の日のこと。家族から感謝の意を伝えられたその日に、アナマリアはなぜ夫と息子を撃ってしまったのか。意外にも事件のほんの数分前まで家族は幸せに包まれたひとときを過ごしていたんです。お母さん、いつも僕たちのためにありがとう。その日の朝、アナマリアは夫アントニオと息子2人に囲まれ、幸せそうに笑顔を浮かべていました。3人それぞれから手渡されるプレゼントやメッセージカード、そのやり取りは何の変哲もない母の日の一幕に見えていました。それから数時間後、続々とアナマリアの自宅を訪ねてきた友人たち。この日は家族と友人と集まってバスケットボールを観戦しながらパーティーをすることになっていたんです。母の日に友達集めてパーティーするって何？アメリカではクリスマス的な行事みたいなノリの日なの？クリスマスの日ほどではないんですけど、日本とねアメリカの母の日っていうのはちょっと違うんです、というわけで本日のメトラキーワード、アメリカの母の日について。母の日は一説にはアメリカ発祥とされています。1907年5月、ウェストバージニア州在住のアンナ・ジャービスという女性が亡くなった母の追悼式を開き、参列者全員に白いカーネーションを配りました。このイベントに感動した人々によって母の日を祝う風潮が広まっていき、7年後の1914年、アメリカ議会は5月の第2日曜を正式に
母の日と承認したんです。日本の母の日は母に感謝の贈り物をする日というイメージなのですが、アメリカの母の日はいつも忙しい母をねぎらう日、夫や子供が食事を代わりに作ったり、家族や友人で集まって食事をしたり、母親にゆっくり過ごしてもらう日という意味合いが強いんです。友人たちと食卓を囲み、楽しくバスケットボール観戦をしていたアナマリアとその家族。しかし、そんな和気あいあいとした空気の中で、アナマリアは一人全く別のことを考えていました。こんなことしてる場合じゃないのに、やらなきゃいけないことが多すぎる。母さん、どうしたの？いや、なんでもないわ。不思議そうに問いかけた息子に、その場は何もないかのように取り繕ったアナマリア。そしてそれはバスケの試合が終わり、友人たちがそれぞれ家路に着いた時のこと。ママは疲れちゃったから少し休んでくるわね。アナマリアはそう言うと、一人寝室へと入っていきました。そのままぐったりとした様子でベッドに身を投げたアナマリア。やらなきゃいけない仕事がもうどうにもならないくらい山積み。彼女はうつろな目で天井をじっと見つめていました。そしてしばらくして起き上がったアナマリアは、引き出しから銃を取り出したんです。死にたい。でも私が一人で死んだら家族が悲しむから。何？アナマリアは自殺願望がそもそもあって、それに家族まで巻き込もうとしたってこと？それ死にたくなるぐらい激務だったってこと？どういうことなの？アナマリアがね、死にたいと思っていたのは、仕事だけが理由ではないんです。フィリピンからアメリカに移住した後、彼女には身も心もボロボロになってしまう試練が待ち受けていたんです。壊れた心。よし、今日からこの街で頑張ろうな。2007年、アナマリアは37歳を迎えたその年に、フィリピンからカリフォルニア・タスティンへやってきました。夫、アントニオは元フィリピン軍の大佐で、退役後はニノイ・アキノ国際空港でゼネラルマネージャーを務めた経歴の持ち主。アナマリアより30歳も年上でしたが、頼りがいがあり、優しい夫を彼女は深く愛していました。さらに、長男のトニー、次男のアルフォンソも連れ、4人で大きな豪邸で暮らし始めた一家。夫婦はここから貨物追跡サービスのフランチャイズを取得。さらに郊外に物件を購入して、賃貸経営を始め、協力して新たな生活を送ろうとしていたんです。しかし数年後、一家は新たに住み始めたその豪邸を早くも手放すことになってしまいました。今月も赤字か。うまくいかないものだな。でも大丈夫。事業を売却すればまだなんとかなるさ。そう言って自身を奮い立たせようとする夫アントニオですが、アナマリアはこの先の暮らしがどうなってしまうのか不安で仕方がありませんでした。アナマリアはもう事業が火の車になっちゃってたってわけよね。でそりゃさ、知らない土地に移住してきて、しかも金銭的な不安も出てくるってなったら、いろいろと不安定すぎて不安よね。それもそうですし、ここからね、彼女はさらなる不幸に見舞われるんです。やあ母さん、具合はどう？ 2010 年10月、タスティンのとある病院を訪ねてきたのは16歳の長男トニー。実はこの頃、アナマリアは乳がんの診断を受け入院することになったんです。長男のトニーが話しかけても、アナマリアは上の空。手術は成功したものの、様々な投薬治療を受ける中で、彼女は不眠に食欲不振と体調を大きく崩していました。常に疲労感があり、ぐったりとしていて、読書もままならない状態。それでもアナマリアはまだこんなことを考えていたんです。こんなことしてる場合じゃない。家に帰ってやらなきゃいけない仕事がいっぱいあるのに。そう、薬の影響で体が言うことを聞かないその中でも、彼女は夫との事業の先行きが気がかりで仕方なかったんです。それからしばらくしてアナマリアは無事に退院の時を迎えますが、その頃には彼女の頭の中に次のような言葉が繰り返し響くようになっていたといいます。もうどうにもならない。だからお前の家族を殺せ。お前が死んだ時、家族が悲しまないように。仕事に追われる日々の中、赤字続きの経営状態もあって、アナマリアは重度のうつ病を発症。それに加え、乳がんを患い、複数の薬物治療を受けた結果、ある種の専門状態になってしまっていたんです。専門とは、入院患者によく見られる症状で、環境の変化によるストレスや薬の副作用などで意識が混乱している状態、場所や日時がわからなくなる、幻覚や幻聴が現れる、会話の辻褄が合わなくなるなどの症状が現れます。専門は入院期間の一時的なもののイメージがありますが、ひどいものだとアナマリアのように退院後も続くケースがあるんです。要するに、もともとうつ病を患ってた上に、がんの治療薬で精神状態さらに悪化しちゃって、最後の最後一家心中考えたってこと？もはやね、家族が優しく寄り添ってどうにかなる状態ではなかったってことなんですよね。そして限界を迎えたアナマリアはついに強行に及んでしまうんです。母の日の悲しい贈り物。2011年5月8日の夕方、帰路に着いた友人たちを見送った後、アナマリアは一人ベッドに横たわり涙を流していました。死にたい。でも私が死んだら家族が悲しむ。ならやっぱり。しばらく考え込んだ後、握りしめていたその拳銃の銃口をまっすぐ天井に向けたアナマリア。次の瞬間、
家中に鳴り響いた銃声。アナマリアがその引き金を引いたのは、自分の待つその部屋に家族を呼び寄せるため。案の定、銃声を聞きつけた夫アントニオと長男トニーはすぐにアナマリアの寝室へやってきました。おい、アナマリア、お前何バカなことを。寝室のドアを開けると、即座にアナマリアへ駆け寄った夫アントニオ。するとアナマリアは彼の胸に迷わず銃弾を放ちました。父アントニオが崩れ落ちると同時に一目散にその部屋から逃げ出した長男トニー。彼は大急ぎで裏口から家を出ようとした。しかし、やばい、まだアルフォンソが中に。そう、トニーは9歳の末っ子アルフォンソをリビングに残したままにしていた。そして長男トニーは慌ててリビングへ引き返すが、母さん、撃たないで。そこで待ち構えていたのは無表情で銃口をこちらへ向ける母アナマリア。銃弾はトニーの右腕をかすめ、おびただしい量の血が滴り落ちる。アルフォンソはいない。弟の姿がそこにいないことを確認したトニー。彼はきびすを返し、また母に撃たれる前にと必死に裏口を目指した。そしてリビングに一人残された母アナマリア。彼女は自身の頭にその銃口を突きつけると、もうこれで終わり。ママ、死なないで。アナマリアが自身に向けて引き金を引こうとしたその瞬間、彼女の前に飛び出したのはソファーの後ろに隠れていた9歳の末っ子アルフォンソ。彼が飛びついた反動で銃口はそれ、銃弾はアナマリアの首をかすめただけで済んだんです。私はなんてことをしてしまったの。持っていた銃を床に落とし、その場で泣き崩れるアナマリア。末っ子のアルフォンソはその銃を拾い上げ、外へ逃げた兄の元へ走りました。まだ9歳の子が銃構えてる大人の前に飛び出したって、そんなことできる？大人でもできない人多いと思うわよ。ほんとすごいですよね。それだけお母さんを守りたかったんですよね、多分。その後、アナマリアと夫のアントニオ、長男トニーが病院へ搬送されることに。夫のアントニオは心臓を撃たれており、間もなく死亡。アナマリアと長男トニーはそれぞれ腕と首に銃弾をかすめたものの、命に別状はありませんでした。この翌日からアナマリアは病院の中で警察の尋問を受けることに。その際の録音データは裁判の席でも流されました。Tell me what happened. They fired it first in the ceiling, Okay. Why? so they'd come in, Okay. and my husband came in first. So I shot him, and then I was gonna shoot my two sons, and then I was gonna shoot myself. I wanted my whole family to go with me. No one's gonna suffer from my death. 私が死んで誰も苦しまないように家族も一緒に連れて行くつもりだった。録音データの中で確かにそう話をしていたアナマリア。裁判の席でこのデータを聞かされた彼女は自分の発言を一切覚えていませんでした。彼女が覚えていたのは夫や息子たちを撃ったことだけ。事件当日、もともと銃弾の入っていなかった拳銃にいつ弾を込めたのか、取り調べで何を話したのかなど、アナマリアにはその日の記憶がほとんどなかったんです。精神鑑定の結果、彼女はやはりある種の専門状態にあったと判断されました。こうして迎えた2013年4月、アナマリアは夫に対する第1級殺人、息子2人に対する殺人未遂で仮釈放なしの終身刑を求刑されることに。決め手となったのは、彼女が家族を銃声で呼び寄せ、待ち伏せをして夫を殺害したこと。その計画性をもってアナマリアの罪は極めて重いものと判断されたんです。彼女がうつ病を患っていたことには同情できますが、その感情への対処として心中を企てることは決して容認されるべきではない。道徳的にも法的にもあってはならない話なんです。アナマリアちょっと同情できる部分ももちろんあるんだけど、夫殺した罪はしっかり償わないとこれはね、いけないわよね。でももし彼女捕まっちゃったら子供たちは大丈夫なわけ？まあね、そう思わされるんですけれど、心配には及ばないんです。2013年6月、アナマリアに判決が下されるその日、彼女の罪は第1級殺人から第2級殺人に減刑。最終的な判決は最低40年仮釈放なしの終身刑となりました。この減刑は18歳を迎えていた長男トニーが訴えたもの。事件当時、アナマリアに腕を打たれたトニー、彼の訴えによって重罪の要因とされた待ち伏せして犯行に及んだという点が訂正されることになったんです。判決に際し、長男トニーは次のように語りました。母さんのことが恋しいし、父さんのことも恋しいです。でも僕は大丈夫です。自身の人生に悩み、家族もろともその手で葬ろうとしたアナマリア。一方で、たとえアナマリアが殺人犯になったとしても、母を思う息子の気持ちは決して変わりませんでした。9歳の末っ子に命を救われ、18歳の長男によって人生をやり直すチャンスを与えられたアナマリア。そんな2人の息子による悲しいプレゼントで、母の日の事件は幕を閉じることになったんです。もし関わる人全員から罵られるとしたら、あなたは人格を歪ませずにいられますか？
1988年3月10日、神奈川県横浜市、法廷では一人の男に判決が言い渡されようとしていました。坊主頭のその男は藤間清波、罪状は殺人。その罪の重さにもかかわらず、藤間は涼しい顔で裁判官の言葉を待っていました。自白は拷問によって強要されたもの。当初はそう訴え無実を主張した藤間。一方、公判が進むにつれ急に罪を認め始めたつかみどころのない振る舞いを関係者一同はどこか不気味に感じていたんです。そしていざ判決が言い渡される時、その場に居合わせた誰もが藤間の狂った人格を目の当たりにすることになるんです。主文、被告人を死刑に処する。藤間の動機や行動には情状酌量の余地がないとし、頑として死刑の判決を下した裁判官。するとおもむろに立ち上がった藤間は傍聴席に向かって V サインを掲げたんです。死刑判決後、傍聴席に向かって V サインを掲げた男。自身の犯行を誇るその男を作り上げた苦痛の人生とは、あなたには理解できるでしょうか。目に映る全てが敵に見えてしまう感情。